大スクープです。とんでもない秘密を発見しました。昨日発表があった政治のニュースの中に、広島の安芸高田市石丸市長が次回の選挙、次回の市長選には出馬しないということを表明しました。その石丸市長が何を狙っているかというとんでもない秘密を発見しましたので、速報でお話しさせていただきたいと思います。この今までお伝えしてきた給付金に対しての影響もあると考えられるストーリーがありますので、それについて早速解説させていただきたいと思います。6月決行へ岸田首相準備着々と特別定額給付金の2回目いつからということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいというふうに思います。で、この動画をご覧になっていただいている方は、給付金に関する新しい情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方、あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をしたい、そしてできるだけ早く給付をされたいと思っていらっしゃる方、あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい情報が出ましたらすぐにこのように動画でお話しさせていただきますので、チャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録していただければ、新しい動画が出たときにすぐにご覧になっていただけるようになります。それでは早速いきたいと思います。6月決行へ岸田首相準備着々と特別定額給付金の2回目いつからというところですが、もちろん特別定額給付金の2回目っていうのはいつからあるかっていうのはまだ分かっていませんと。まだ給付されるかどうかということについても分かっていませんと。ただ、今後のシナリオによっては、このコロナ禍にあった特別定額給付金の2回目というものがある可能性もありますので、それについて解説させていただきたいと思います。で、まず、6月決行へ岸田首相準備着々というところなんですけども、当然、この6月決行というのは、岸田首相が6月解散を決行するであろうといったようなことについてです。岸田首相準備着々と何が準備着々というところなのかということですね。衆議院解散へ準備着々と進むということで、ますます自民党 vs 岸田首相といったような構図になっていました。何のことか。岸田首相は政治資金規正法の改正を国民が納得して民意を得られるような形、つまり支持率が上昇するような形で、用意したいと。それぐらいの改正を行いたいというふうに思ってますと。ただ、自民党としては、裏金作れなくなっては具合が悪いので、できる限り、この国民の納得が得れるかどうかわからないが、できる限り、そういった裏金を作れるギリギリのラインで、改正しようというふうに考えているというところですね。それに対して岸田首相としては、このまま首相で続けるためには、国民の支持率を上げて、そして衆議院解散を行うしかないので、なんとか自民党みんなが納得するような、ことになり、さらには国民も納得するような大幅な、この政治資金規正法の改正を行いたいと思ってますと。そこのせめぎ合いがあるということですね。岸田首相はもしかしたら徹底的に政治資金規正法の改正を行いたいと思っている。自民党の議員としては裏金作れなくなっては嫌なので、合法的に裏金を作れる、そういった政治資金規正法の、抜本的な改革っていうところについては、ちょっと難色を示しているというところですね。で、ここ最近、なんと岸田内閣の支持率が上昇していると。どれぐらい上昇したかと。なんと 7% も上昇したということですね。最新の JNN が行った世論調査によると、なんと 29.8%。5月の頭、5月4日から5日に行った、岸田首相の世論調査なので、本当に最近なんですけども、なんと 30% に迫るような形にまで上昇していると。一時期は 20% あるいは 10% 台というふうにも報道された、なんと岸田内閣の支持率がこんなに上がってきていると。16% というふうに報道していたような、世論調査の会社もあったので、それに比べたらなんと倍増しているといったようなことですね。
そして岸田首相は着々とこの解散に向けて準備を進めていると。もうとにかく岸田首相としては、この首相で居続けるためには、もう衆議院を解散するしかありませんと。そのためには国民の支持率を上げるしかありませんと。いうことで、徹底的にこの6月解散に向けていろんなことに取り組んでいるというところですね。で、まず、特別定額給付金の1回目って何っていうところなんですけども、これはご存知のようにコロナ禍、コロナの時にあった全国民に対して1人10万円を給付しますといったような給付金のことです。で、それの2回目って何ということなんですけども、国民の中には、今はコロナ禍よりも苦しいですと。なので、ぜひこの1人10万円の給付、2回目やってくださいという声が上がっているということですね。ただ、岸田首相は、こういったコロナ禍にあった1人10万円給付するような給付金については、もうコロナ禍のような国難の事態に限りますというふうに言っています。いやいや、国民としてはコロナ禍、あるいはコロナ禍よりも苦しいですよといったような実感がありますと。そこでもうぜひ2回目やってくれという声がたくさん上がっているという声ですね。で、そもそも特別定額給付金の1回目っていうのは国民の声を受けて給付が決定したというふうな経緯があります。もともと1世帯30万円っていうふうな形で決まってましたと。閣議決定までしてましたと。で、ただ、世論調査したところ、1人10万円給付やってくださいっていう声がたくさんあったということで、その国民の声を受けたりとか、あるいは公明党も、そういった国民の声を汲み取って、自民党に10万円給付やりましょうよというふうに提案したというところで、自民党が、あるいはですね、自民党の若手の中からも、そういった1人10万円給付やりましょうっていう声があった結果、1回決めた閣議決定を組み替えて1人10万円給付で決定したというふうな経緯がありますと。さあ、10万円給付を政策にしている党は今どこがあるんでしょうかということで、国民民主党がありますと。国民民主党は1人10万円給付ということを謳ってますと。あるいはれいわ新選組は春夏秋冬、春、夏、秋、冬ということで、1年間に4回、合計1年間で40万円給付するということを政策にしていますと。その財源もありますというふうに言っています。ただ、今のところ国民民主党もれいわ新選組も野党にとどまっているので、なんとか大逆転して、給付になると。1人10万円給付になるっていうふうなシナリオについて、考えていきたいというふうに思いますと。もともと特別定額給付金の1回目っていうのは、自民党であるとか、あるいは公明党で検討されたっていうふうなものであると。それに対して、また国民民主党とかれいわ新選組が言っていても、野党にとどまるので、なかなか大逆転して給付されるシナリオっていうのは難しいかと思うんですが、今後お話しするこの流れでいくと、給付の可能性もかなり見えてくるということになりますと。繰り返しですけど、国民の声としては、とにかくコロナ禍よりも苦しいということがあります。でこれは何かっていうと、物価が上がって給料は上がってないということに他なりませんと。で、物価っていうのはこれもスーパー行けば明らかですよね。2割3割上がっているものっていうのは本当にたくさんあって、ものによっては5割上がっているというものまであるということですね。であるのに対して給料は上がってないと。いやいや、新聞とかでもベア 5% とか言われたじゃないですかと。それはあくまで大手の企業に限ったことですね。我々一般的な国民の大半が勤める中小企業においてはほとんど上がってないというところが、ありますと。で、ただ最近、省庁が発表した、ある省庁が発表したデータの中には、中小企業も3社に2社ぐらいは、ベースの給料が上がってますよというふうに発表がありました。ただそれはどういうような調査の仕方はちょっとなかなか分かりづらくて、もしかしたら実態はあんまり反映してないんじゃないかなっていうふうに思ってます。国民の大半は中小企業に勤めてます。その中小企業の方で、本当に給料上がったよという方が3社に2社本当にいるんでしょうかというところですね。という実感のズレがやっぱり政府とかあるいは岸田首相と我々一般的国民の間にはあってですね、それが低い支持率につながっているということです。政策の失敗とか裏金ももちろんあるんですけれども、我々の国民の大半の生活の実感としてちょっと苦しいよというものがありますので、めちゃくちゃ低い支持率になっていると。もちろんコロナ禍っていうのは、例えば外食に関するようなお仕事とか、あるいは交通、旅行とかですね、そういった外出制限が影響したような業種については非常に苦しかったと思うんですけれども、
我々一般的な国民の大半が勤めている仕事については、そこまで大きく影響があったというふうなわけでもないので、それよりも苦しい今、物価が上がって給料が上がってないっていう今の方が、むしろこの特別定額給付金のような1人10万円給付というのをやってほしいという声が上がっているということですね。で、ただ、じゃあこういった国民の声を岸田首相が無視できるのかと。めちゃくちゃ低い支持率だけど、岸田首相無視できるんですかってことなんですけども、それは無視できないっていうのが答えになりますね。先ほどからお話しているように、岸田首相っていうのは、首相で居続けるためには解散が必要ですということです。っていうのは、実は今年の9月にですね、自民党総裁選がありますと。岸田首相はめちゃくちゃ低い支持率で、さらにその1年後、来年の10月には衆議院の任期がありますので、ここまでには必ず衆議院が解散されて、選挙になりますと。で、選挙が近くなっているのに、岸田首相をこの9月の自民党総裁選で再選させる。自民党の顔として衆議院の選挙に挑むということは、この自民党の衆議院議員としては、絶対したくないと思っているに違いありませんと。なので、この9月にもし自民党総裁選このまま迎えてしまったのでは、岸田首相は変えられてしまうというところがあるので、岸田首相としては、なんとか国民の支持を少しでも上げて、この衆議院解散をこの9月までに行って、そして議席は大きく減らすかもしれませんが、なんとか過半数を確保して、それをもって過半数確保したんで、国民の支持を得ましたよということで、この自民党総裁選に再選させてもらおうと、そういったお写真を書いてますというところですね。じゃあ、どのタイミングで岸田首相は解散しようと思っているのかというと、それはおそらく6月じゃないかなというふうなことが予想されてますと。で、6月は何かというと、タイミングがいろいろ、その岸田首相が解散するにはいいタイミングということになります。で、岸田首相にとっていいタイミングっていうのは、国民の支持率がおそらくそこで上がってくるであろうということが見込まれるタイミングだからということですね。まず一つ目には政治資金規正法の改正をこの6月までの通常国会の中で行うというふうに岸田首相は断言してますと。で、そこでさっきの戦いがあるわけですね。岸田首相としては、抜本的な政治資金のその規正法の改革を行って、ちゃんと自民党の議員が、例えば不正を行ったときに、ちゃんと、刑事罰に問われるというふうな形にしたいというふうに思ってますと。で、ただ自民党の議員としては裏金作れなくなっちゃうんで、そんなことはしたくないと。いうところで戦っていると。で、なんで岸田首相がそんなにこの抜本的な改革、あるいは、もし自らですね、そういった裏金作るようなことをすれば、罪に問われてしまいかねないような政治資金規正法の改正を行うかということを考えているかというと、そこまでしないと国民としては納得しないということがあるからですね。で、国民が納得するレベルで政治資金規正法の改正を行うということができれば、この支持率が上がっていくと。今も 30% 近くにまで上がってきているわけですから、それをさらに上げることができて、衆議院の解散をすることができるというふうに思っているということですね。で、さらには、この6月には減税がスタートします。ちょっともしかしたら忘れちゃってるかもしれないですけども、昨年の末ぐらいにあった、総合経済対策案の中に、この、減税をスタートさせるっていう風な施策が入ってました。で、それも決まったので、1人4万円ですね。減税がスタートしていきます。1人4万円って言ってるんですけども、じゃあ例えばある家庭でお父様、お母様、お子様2人いた場合、で、奥様がかつ、お仕事されていた場合は、全部で合計14万円が減税されると。1世帯14万円が減税されるっていう風な、そういった減税が始まりますので、国民の支持率も上がってくる可能性も、十分あるというところですね。さあ、実際に衆議院の解散はいつかということで、野党の議員が岸田首相に探りを入れてますと。れいわ新選組の山本代表は、いつ辞めるんですか、総理と。で、いつ解散しますかってことで、3回ぐらい聞いてますと。で、いずれも岸田首相は今は考えていないというふうに答えてますと。で、立憲民主党の辻元議員は、総理と、4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかということで聞いたところ、全く考えてないというふうに答えてます。この4月っていうのは、衆議院の補選があるタイミングですね。
毎年この4月っていうのは、衆議院に欠員があった時に、その補欠選挙を行う時期で、すでに終わりまして、立憲民主党が3連勝といったような形、自民党3連敗といったような形になりましたが、そこに合わせてこの衆議院の解散を行ってくるんじゃないですかというふうなことで、この辻元議員が聞いたところ、全く考えていないというふうに岸田首相は答えました。ちょっとニュアンスが違うの分かりますでしょうか。4月の解散考えていますか？それは全く考えてないと。ただ、いつ辞めるんですか？いつ解散するんですか？っていうことについては、今は考えていないというふうに答えてますと。つまり、解散については考えてるけども、4月は絶対やんないよというふうな回答なんで、じゃあ6月かと。6月解散かということが見えてくるということですね。で、おさらいですけど、岸田内閣の最新の支持率というところを確認したいと思いますけど、この5月の頭、ゴールデンウィークに行った JNN が行った世論調査によると、なんと支持率は 30% 近くまで回復してきていると。29.8% という形ですね。先ほど言ったように、一時は 20% とか、あるいは 10% 台と言われた岸田内閣の支持率が少しずつじわじわ上がってきているというところですね。岸田首相はやっぱり諦めていないということになります。というのも、実はこの特別定額給付金の1回目が行われたとき、まさにコロナ禍ですね、2020年の4月、この給付金がある1ヶ月前、この給付金を給付する1ヶ月前の当時は安倍内閣でしたと。その安倍内閣の支持率ということでは、4月は 23%、大体 20% ぐらいだったと。で、それがこの10万円給付を行った5月になったところでは、38% ということで、大体 40% なんで、20% が 40% っていう形で、約2倍に倍増していると。こういった形で、国民に還元を行うことで、大きく支持率が回復するっていうことが、今までのこの特別定額給付金の1回目でも明らかなので、岸田首相はやっぱりここで減税スタート、14万円の減税を行うと。各世帯14万の減税を行うっていうふうな形になるので、こういった形で支持率が大きく回復してくるっていう可能性ももしかしたら考えられると。さすがに2倍いかなくても、もしかしてこの 29.8% という形が、この政治資金規正法の改正であるとか、あるいは減税をスタートという形で 40%、あるいは 50% というふうに回復する可能性はあるんじゃないかなというふうに思ってますと。で、ただ、国民は怒ってますということで、今回ばかりは自民党ノーですよというふうに思っている国民がやっぱり多いと思います。解散したものの自民党大敗して過半数割れしてしまうというふうな形も予想できますと。過半数、自民党公明党で、衆議院の議席の半分を割ってしまうという形になるということですね。いろんなことが、自民党公明党だけで可決できなくなるということになります。で、そうなると、自民党公明党以外の、第3の政党が入って、3党での連立政権になってくるんじゃないかなということが予想されますと。で、自民党も公明党ももし大きく議席を減らすということになれば、例えば自民党のその総裁をそのまま総理として推薦するってことがなかなかできずに、例えば一緒になったその政党のその代表が首相に推されるという可能性もあると思います。で、そうなると、自民党に近い党でいうと国民民主党ということになります。昨年から例えば政策協議だったりとか、あるいは国民民主党っていうのは与党入りについて調整されているというふうに噂されたこともありますというところもあるので、もしかしたらこの自民党公明党に合わせて与党入りすると、その第3党は国民民主党になる可能性は高いんじゃないかなというふうに思っています。維新あるいは立憲民主、これはさすがに考えづらいですね。与党入りする自民党と連立を組むということについては到底考えづらいので、おそらく国民民主党、こういった形になれば国民民主党が与党入りするという形になりますと。で、国民民主党がもし与党入りして、国民民主党は今人気もありますし、少し議席を伸ばしたとなれば、その代表、玉木代表が首相として推されて総理大臣になる可能性も高いんじゃないかなというふうに思ってます。さあ、ここでピンときた人もいるんじゃないでしょうか。国民民主党、1人10万円を給付というふうに政策にしている党です。さあ、急にこの特別定額給付金の2回目、1人10万円給付という形が
現実に近づくシナリオが明らかになってきました。先ほどお伝えしたように、もともと1回目は自民党、公明党で検討されていました。つまり与党で検討されていたんですが、最近10万円給付を政策にしている政党としては、国民民主党とかれいわ新選組、いわゆる野党にとどまるので、なかなか現実が難しいのではと思われましたが、こういった形でもし選挙があって自民党大敗ということになれば、この国民民主党が与党入りして、そして議席を伸ばせば玉木首相になってですね、その国民民主党がこういった10万円給付というものを実現に近づけていくという可能性が出てきましたというところですね。国民民主党の政策、おさらいです。1人10万円給付というところはもちろんですが、消費税の減税というところも政策にしています。この昨年の11月に実際に参議院に消費税減税法案というものを出していて、国民民主党としては政策の柱の一つにしているということですね。で、消費税減税が望まれる理由としては、この給付金の動画出させていただくと、たくさんこういった消費税減税をやってくれというふうなご意見もいただいてます。コメントでたくさんいただくんですけども、その理由についてちょっと整理してみました。で、まず一つ目は、消費税の負担が大きいっていうことがありますね。やっぱり何か物を買うということについてずっとかかってくるのがこの消費税なので、その負担は大きいと。で、その逆でこの2番目は経済的影響の持続。つまりその税金がなくなれば、経済的な還元がずっと持続しますよということだったりとか、あるいは消費の刺激になるというお声ですね。つまり税金がかからなくなるということであれば、物を買うという意欲がどんどん高まって消費の刺激になって景気が良くなるという声であるとか、あるいは収入が高い人低い人どちらにしても同じものの値段を買うんであれば、同じ値段のものを買うんであれば同じだけ税金がかかってくるっていうのが消費税なんで、それは税負担の公平性に欠けるんじゃないかっていうふうな声もあったりとかしますと。いずれにしても消費税減税もこの10万円給付と同じようにやってくれというふうな声もあったりとかしますと。さあ、国民民主党にこのもし玉木代表が首相になるっていうシナリオも考えられると思いますと。この流れで考えられると思うんですが、その場合10万円給付あるいは消費税減税、与党になってもちゃんとやってきますよねと。いろいろ予算に鑑みてやっぱりちょっとこれ難しかったですとか、そんなこと言わないですよねということで聞いてみましたと。で、玉木代表いらっしゃらなかったんですけど、本部の方から、衆議院選挙に向けてこの政策ブラッシュアップしていくっていうふうな可能性はありますけれども、この柱の政策、つまり10万円給付、消費税減税については、ブレる可能性は低いと思うというふうなお話でしたと。なるほどと。信じますよ、国民民主党ということで、もしこういった流れで国民民主党が与党入りということになれば、この政策の実現、10万円給付とか消費税減税ちゃんとやってきますというふうなお話でしたと。で、すべては衆議院選挙にかかっているということがあります。で、すべては衆議院選挙にかかっているというのは何かっていうと、この衆議院選挙っていうのは、小選挙区できちんと各地域で勝つっていうことがやっぱり大切になってくるわけですね。で、自民党っていうのは全国津々浦々のその小選挙区できっちり勝ってきてるっていうのが結構あったりしますと。なので、なかなかひっくり返しづらいというものがありますと。で、小選挙区制度の闇ということで書かせていただきました。例えば、結局地元推しに入れてしまうっていうものがあったりとかします。例えばここで言うと、千葉4区とか千葉14区とか、千葉県の船橋市なんですけども、ここには、野田元総理っていう立憲民主党の、大変人気のある、衆議院議員の方がいらっしゃいますと。で、仮にもしその、野田さんがですね、自民党にいましたと。で、あるいは自民党の中で裏金もやってましたと。もし仮にそういったことで考えてみますと。で、野田さんは本当に地元に人気で、全国的にも人気がある方だと思うんですけども、そういう方であれば、例えば政治資金パーティーやった時にパーティー券めっちゃ売れるだろうなと。で、めっちゃ売れて、その自民党からもめっちゃキックバックもらうだろうなと。ただ、野田さんが悪いわけじゃないし、その自民党の慣習で、そういった形でキックバックもらったんだろうなと。なんで、野田さん個人的には悪くないかもなというふうに思って、野田さんにまた票を入れてしまって、また当選させてしまうと。結局、地元推しに投票してしまうというふうなことがあります。野田さんほどのご人格になれば、もしかしたら、今回ちょっと裏金やってましたんで、この衆議院選挙出馬辞退しますと
いうふうにおっしゃる可能性も、大いにあるんじゃないかなと思うんですけれども、これはあくまで仮の話なんで、もしそういった場合でも、その野田さんにもしかしたら投票してしまう。地元推しに入れてしまうっていうふうな可能性がありますと。で、これ何も、この千葉14区、千葉4区、この船橋だけで起きるっていうふうなことじゃなくて、野田さんはもう本当に地元に愛されてるからっていうことじゃなくてですね、多分全国の小選挙区で、やっぱり皆さん地元の方の思い入れのある議員っていると思うんですよね。で、それで、自民党が悪いんだしな、その自民党の慣習でキックバック、裏金やってただけなんで、その議員個人的にはそんなに悪くないのになっていうふうに思ってしまって、その地元の愛着のある議員をまた当選させてくるっていう可能性は大いにあるんじゃないかなというふうに思ってます。でそれから与党アドバンテージっていうのもあって、で、これは何かっていうと、例えば自民党が政権交代させられてしまって、野党になるということまで想像できないということであれば、やっぱり自民党に投票されると。自民党の議員に票が入れられる可能性が高くなるということですね。やっぱり地元の、衆議院議員は、もうぜひ与党でいてほしいと。で、与党の議員が地元であった方が、地元にとっていい政策をしてくれるっていうふうに考える可能性が高いですし、あるいは本当に地元にとっていい政策をしてくれるかもしれませんというところなので、与党が野党になってしまうっていう可能性まで感じなければ、そのまま現職の与党が勝ってきてしまうっていうふうな可能性もあったりとかしますというところですね。それから擁立されてない選挙区がある。立候補してない。自分の推しの、候補、推しの政党の候補が自分のその地元の選挙区に立候補してないっていうふうなことがあるということですね。で、これちょっと前で言うと、維新が10年ぐらい前すごい人気があった頃ですね。全国的にもその世論調査すると、政党の人気もありましたと。ただ、その関西とかそういった地区ではすごく立候補者が多くいましたが、全国的にはその維新の議員はいなくてですね、その地元の選挙区には維新の議員がいないんで、維新が大きく全国的に議席を伸ばすということにはならないっていうふうなことがあったりとかしました。そういうことですね。自民党は全国的にもう現職の議員がたくさんいるので、いざ選挙になっても、このすぐ立候補者を立てられやすいと。現職がいたりとかします。大半はですね。に対して野党は新たに議員を募って立候補させなければならないということがあるんで、なかなか難しかったりとかすると。そして擁立できないとなると、大幅に議席を増やしにくいということになってしまうということですね。それから野党共闘っていうのがなかなかちょっと厳しい政策だっていうのがあったりします。この野党共闘っていうのは、自民党でないと思うんであれば、野党何党かで協議して決めたその候補に入れてくださいっていうふうなことですね。で、これそもそも論理が破綻しててありえないと思うんですけど、その論理が破綻っていうのは、いわゆる政策が気に入ってとか、あるいはその候補が言っている内容に対して、共感を得て投票しますというのが、この選挙ですよね。に対して、野党共闘というのは自民党でないと思うんであれば、我々野党で協議して決めた、どこの政党かもわからない人に、とにかく票を入れてくださいっていうふうなことなんで、そもそもそんなこと国民バカにしててありえないんで、その野党はこれ反省しなきゃいけないところだと思うんですけども、野党共闘っていうのはそもそもありえない政策だっていうのがあったりします。でもこれ、良し悪しで、今回の例えば、衆議院の補選でもですね、そういった野党共闘に近いようなことをして、立憲民主党が勝ったっていうふうな、そういう選挙区もあったりとかするので、一概には言えないんですが、そういうのだけではなかなか大幅に全国的に小選挙区で議席を伸ばしにくいというものがあったりとかすると思いますというところですね。じゃあどうすればいいかっていうことで言うと、比例で絶対どっかに入れるっていうふうなことがあったりとかしますと。で、これ何かっていうと、例えばさっきの例で言ったらこの地元、船橋市、千葉4区、千葉14区で言うと、野田さんっていう議員がいますと。で、その野田さんは、すごくいい人なので、ぜひ小選挙区で票を入れますと。ただ、比例区は立憲民主党ではないなと、もしこれ仮に思った場合、ただ、どこかには入れるってことですね。どこかの党に入れないと、そのまま例えば白票で出してしまうと、自民党の議員が当選する可能性が増えるので、自民党以外の党にどこかに必ず入れると。比例で絶対どっかに入れて白票にしないということですね。これ仮の話なんで、立憲民主党が良いと思っている人もたくさんいると思いますし、私のどこの政党がいいっていうのは、特に明らかにしてはいないんですけれども、仮にそうだった場合でも、必ずどこかの党には入れるというふうなことですね。さあ、衆議院選挙の結果の予想ということで、出してみました。で、これは、実は、
週刊文春が、4月の頭、4月の11日に出したこの文春法の中でですね、自民党大敗、与党で自民党公明党で83議席減というものを報道したんですけども、それと全く同じ数字になっているという予想ですね。どういうロジックかというと、自民党は260議席持っていて、その中で190議席が小選挙区ですと。結構小選挙区で全国でちゃんと勝ってきてるっていうのが今の自民党ですと。で、比例区は70議席いますと。で、比例区70議席は今の自民党の最新の支持率そのまま入れて40議席と予想しました。で、小選挙区は190議席のうち裏金議員50議席は、これは半分負けてくれということで、半分に減らしました。そして140議席も先ほど言った地元推しがやっぱり勝ってくるっていうところもあるんですけど、2割は負けるだろうということで、112議席ということで、自民党は83議席減らして177議席になると予想してみました。で、公明党は、今回ちょっと裏側に全く関係ないんで、小選挙区、あるいは比例区、つまり、全国の組織票に結構支えられているのが公明党なんで、その公明党はもしかしたら同じぐらい議席保ってくるんじゃないかなと予想してみました。で、その結果、与党ですね。つまり自民党と公明党で209議席ということで、衆議院の定数465の半分、233を大きく割り込むといったような結果で予想してきましたというところですね。さあ、もしこの209議席に連立入りしてですね、国民民主党がこういった政策を実現していく可能性というところについて探ってみたいと思うんですが、国民民主党は今回の選挙どれぐらい本気なのかなということを、また国民民主党の本部に電話して聞いてみましたということですね。前回21名立候補して11名が当選してますと。で、今回何名ぐらい立候補するんですかということで聞いてみました。現職は7名いますと。この11名当選した後、前原さんをはじめとする3名4名が離反して党を離れましたので、今7名ということになってます。一回国民民主党で当選して党を離れるんであれば、それは一回失職して国民に信を問いなさいよという声があると思いますし、私もどっちかというとそちら側の意見なんですけれども、いずれにしても、現職は7名に減っているという形ですね。で、ここに、ホームページ見ると25名のですね、立候補予定者、公認予定者が載ってますので、大体合わせて30名ぐらいですかっていうふうに聞いたところ、全部で、その載ってるところはそれだけの人数なんですけども、それ以外にも、擁立したい、立候補、公認していきたいというふうに思いますので、全部で40名を大きく超えるぐらいの公認者っていうのを出したいと、立候補者っていうのを出したいと思ってますというふうなお話でした。なるほどと。国民民主党本気ですねということで、実際にこういった形で国民民主党も、選挙でですね、今現職7名いますし、あるいは風も吹いてます。国民民主党追い風なので、30名を超えるような議員の政党になっていくという可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。そうなると、この晴れて与党入りしてですね、233を少し超えるような議席数確保ということになれば、こういった形で国民民主党の政策、10万円給付、あるいは消費税減税というものを実現していく可能性はあるんじゃないかなというふうに思っています。岸田首相は相変わらずの大雨処分、この今回の裏金議員85人に対しても、半分ぐらい、39人だけしか処分しないということで、国民のふざけるなという声はさらに強くなってますと。さらには、自身の政治資金パーティー、岸田首相自身のですね、政治資金パーティーに新たな疑惑、この令和4年6月に開催された岸田首相の政治資金パーティーに新たな疑惑があるということで、有名な大学教授であるとか、あるいはこの広島の市民団体というところに、告発をされていますと。広島地検は、この告発について受理したかどうかということについては明らかにしてませんが、いずれにしても、自分の政治資金パーティーにも告発がされているという状態ですね。であるにも対して総理自身は処分の対象外ということで、ふざけるなという声が本当に上がっていて、めちゃくちゃ低い支持率になっているというところですね。JNN の世論調査によると、岸田首相も処分を受けるべきだという声が 61% に上ってますというところですね。で、さらには、この報道があった2日後ぐらいに、テレビの番組でですね、岸田首相も総理を受けるべきだっていう、臨時のアンケート、リモコンでピッて投票するやつやってました。で、それを見ると、90% 以上の人が岸田首相も、処分を受けるべきだっていうふうな方に投票していたので、これがどういった、調査の仕方をしたか定かじゃないんですが、もしかしたらそのテレビのリモコンを使って行った即席の、
そのアンケート結果、岸田首相も総理を受けるべきが 90% っていうのが本当のところの可能性もあるんじゃないかなっていうふうに思ってますと。いずれにしてもこれが A プランです。自由民主党が大敗しますが過半数を少し割れるぐらいで、もう第三の政党、国民民主党が与党入りして、この10万円給付っていう政策を実現していくというのがあると思ってます。さあ、これがまず A プランです。で、B プラン、C プランもお話ししていきたいと思います。最初にお話しした、広島県、安芸高田市の、石丸市長ですね、の狙い、あれによって何が変わるかというところについてもちょっとお話していきたいなというふうに思います。実は、石丸市長の次回、選挙に出ませんと。市長選挙に出ませんということが、なんとこんな狙いがあったのかというところにつながってきますので、それについてもちょっとお話していきたいというふうに思ってます。で、次、B プランですね。はい。6月に、自民党が、6月に衆議院解散して自民党が大敗して政権交代、そして給付金の給付が早まるということですね。で、この、政権交代っていうことは、つまり、自民党で、こういった給付金、先ほど言った、国民民主党が与党入りして給付金を実現していくということではなくて、政権交代してですね、与党の大連立でこの給付金というのを実現していくということですね。この4月の11日に文春の報道がありました。それまでは自民党が野党になるっていう前提で考えられてなかったです。自民党が負けるだろうけれども過半数ぐらいは確保してくるんじゃないかなっていうふうに思われてたんですけども、いやこれ自民党大敗すんぞというふうなことで、そういう前提でも考えられるようになってきました。この後ですね、今1ヶ月ぐらい経ったところで、どの報道を見てもですね、あるいは YouTube とか見ても、自民党大敗して、これも野党になるぞっていうふうなことをみんな前提に話してますというところがあるので、この文春の報道が現実を見せたということで、だいぶ流れが変わってきたんじゃないかなと。もうとんでもない報道だったんじゃないかなっていうふうに思ってますと。で、なんでこんな急に変わるかっていうところなんですね。1回の選挙でそんな変わんのかと。自民党、公明党で300議席近くあるんですよと。そんなに変わるんですかってことなんですけど、それは何と言ってもとにかくインターネットがそのスピードを速めたということにつきます。高齢者の方でも、スマホを持つようになったのが3年とか5年とか前だと思うんですよね。で、高齢者の方も YouTube を見るということが、ここ2、3年だと思います。私もちょっと実家に帰ったらですね、親がこの YouTube を見てるということがありました。私の親ぐらいの世代、70いくつの世代でも YouTube とかガンガン見るようになったんだなと思ったもんですねと。で、その政治家もこの YouTube でめちゃくちゃ発信するようになりましたというのがここ 1,2 年前だと思います。もうこの YouTube で発信してない政治家の方がもしかしたら少ないぐらいまでなってきましたと。NHK 党の立花党首とかがめちゃくちゃこの YouTube を活用して、例えば当時、ガーシー議員とか、そういった議員まで当選するといったような、成果を見せたというところですね。とにかく YouTube を使って、自分の政策とかをスピード感を持って発信していくということが浸透するようになったと。そしてまたその受け手も、その高齢者とかに関しても全世帯で、スマホでですね、YouTube とか見てそういった情報を受け取ると。で、そうなると、もうスピードがもう一瞬で伝わるようになるんで、めちゃくちゃ上がったというふうなことですね。で、この文集の報道にあったように、この1回の選挙で自民党が野党になるというところまで予想されているということですね。とにかくスピードは早まりました。じゃあ実際どうなんですかということで、週刊文春が、緻密な予想を立ててますと。週刊文春が近い未来の現実を見せたということで、今までこの次の衆議院選挙の予想っていうのはほとんどなかったんですけども、いよいよ近づいてきたっていうことで、週刊文春が緻密に予想を立てましたと。しかも全選挙区の予想を出しましたということですね。で、根拠どれだけ緻密かっていうと、2021年の衆議院選挙と2022年の参議院選挙の得票数を元にしていると。加えて、今の政党支持率の変化から導き出した、今のトレンドですね。それから、票を予想していると。さらに、ちょっとこれ予想難しいなっていう103の激戦区については、その有力候補の講演会とかの、現地の取材まで行ってますと。で、これ以上は多分無理な
はずなんですよね。これだけ緻密に予想を立てた結果、自民党大敗しますというふうに予想してるっていうふうなことですね。で、どれぐらい大敗するんですかと。自民党、公明党で過半数割れして、野党の大連立も可能な、そういった負け方をしますっていうことを予想で出してますというところですね。今まで政権交代まではないと思われたんですけども、いや、これはあるぞと。政権交代がある前提で今動き出しているっていうふうなことですね。で、それから、この4月11日の文春法に加えて、4月22日に出した週刊現代の追撃法でも、同じレベルの大敗を予想しているということですね。まさに週刊文春、あるいは週刊現代が自民党ぶっ壊したといったような報道でしたというところですね。で、もし野党大連立になった場合って、この自民党、公明党に加えて国民民主党が加わったぐらいでやった方が、政党が少ないんで調整しやすいんじゃないんですかと思うかもしれないんですけども、実は野党は国民に還元するっていう政策を、その政策の柱にしている政党がめちゃくちゃ多いですというか、ほとんどの野党の政策が、こういった国民に還元するということを政策にしています。国民民主党は先ほどから言ったように10万円給付とか、あるいは消費税減税っていうのが柱ですと。令和新選組も春夏秋冬で、春夏秋冬、1人10万円給付するっていうことで、政策にしてますと。あるいは、維新に至ってはもうベーシックインカムってことで、国民1人当たり、毎月6万円とか10万円とか渡しましょうよということを、これを政策の柱にしてますと。で、さらには立憲民主党は、1世帯3万円給付というふうな形で政策にしてますし、つまり、野党の政策としては繰り返しですけど、とにかく国民に還元するっていうことを、政策の柱にしてますということなんで、もし野党大連立ということになれば、この国民1人当たり10万円給付っていうような政策が実現する可能性っていうのは、この自民党、公明党と連立組むよりも全然高そうだなということが言えますと。で、もし6月解散をしないと起きることっていうのは何かっていうところなんですけど、さらに自民党の支持率が下がるっていう可能性はあると思ってますと。例えば、この自民党総裁選を例えば9月にこのまま迎えてですね、じゃあ岸田首相がちょっともう交代ですねとなった場合、選挙は行われませんと。で、自民党の新しい総裁が決まって、で、大体その場合って支持率上がったりするんですけども、もう自民党ふざけるなっていう風な風潮になってるので、そうなっても支持率が上がらない可能性ってあると思います。で、自民党はそこで、総裁が変わったご祝儀解散で、新しい首相になった時に解散しようと、もしかしたら目論んでるかもしれないんですけども、そこでも一向に支持が上がりませんということが起きますと。で、そうなると、選挙をするタイミングっていうのはずるずる後にずれていくので、そうなるとどんどん野党の準備が進むっていうことですね。で、野党の準備っていうのは何かっていうと、先ほどの A プランでお話したように、立候補者を用意するっていうところが野党の一番大変なところなんですけども、その立候補者の擁立がどんどん進んでいくっていう風な形になりますね。で、後ろにずれればずれるほど野党の準備が進んで自民党が大敗する度合いが大きくなるということですね。で、そうなると、これ自民党にいたんでは再選できないぞっていう風に思う議員がめちゃくちゃ増えてきてですね、自民党離党ドミノっていうことで、私は自民党の政策に反対なんだっていう風なことで、自民党を飛び出して、なんとか再選を狙うっていう風な議員がめちゃくちゃ増えてくるということですね。ますます政権交代の可能性が高まるという形になってくるということですね。これが B プランです。で、B プラン何かっていうと、この野党で大連立を組んで、実現していくという風なことですね。さあ、お待たせしました。C プランということで、その冒頭にお話しした、この今自民党、公明党、あるいは他の政党のこの選挙結果の予想ということに加えて、昨日発表のあった、広島県の安芸高田市の石丸市長の動向が、どういった形でこの、政治あるいはこの給付金というところに影響を与えるかというところについてお話をさせていただきたいというふうに思います。で、まずこの C プランとして、岸田首相はこの裏金解散というものが可能性としては残されているんじゃないかなというふうに思っています。岸田首相 VS 自民党にしていくっていうふうなことですね。で、今岸田首相が
もし普通に衆議院の解散の総選挙を行ったら、それは自民党大敗して政権交代しますと。なんでこれもまずないと。じゃあ、解散せずに、自民党総裁選を挑みますとなったら、先ほど言ったようにその後に選挙1年後絶対あるんで、岸田首相では再選できないということで、自民党の議員は、岸田首相を再選させないということで、普通に落選して、首相交代になっちゃうと。で、岸田首相としてはとにかく首相でいたいっていうのが一番なんで、どうしたらいいかなっていうことで、今も実はやり始めてるんですけども、国民が納得するようなレベルでの政治資金規正法の改革を行って、裏金解散。裏金解散って言い方多分自分でできないでしょうから、政治資金解散とか言うんですかね、きっと。政治資金改革解散とか多分言うと思うんですけど、そういった国民を味方につけた、民意を伴った解散を行うと。自民党 VS この岸田首相と自民党ぶっ壊すというふうな解散の仕方っていうのが、ストーリーとしては、あるんじゃないかなというふうに思っています。自民党をぶっ壊す。思い出すのは小泉純一郎の郵政解散ですと。2005年にあったこの郵政解散では、なんと300人近い議席をそのまま確保するっていうふうな、そういった大勝利を収めた。そういった郵政解散でしたということですね。で、郵政民営化に賛成か反対か、民意を問うということで、その郵政民営化に反対する自民党議員を非公認にして、資格まで送ったということですね。そういった選挙を行って、今まで議員でなかった、衆議院議員でなかった、議員がですね、初当選で83人も出てくると。小泉チルドレンって言われました。こういった形で、民意を味方につけて、自民党をぶっ壊すと言いながらみんな自民党に入れてねということで、自民党 VS、もっと言うとこれ小泉首相 VS 自民党&野党というふうな形で、野党も実はこの郵政民営化反対したんで、そういった形で国民の、この自民党 VS というかですね、小泉純一郎&民意、国民ですね、国民 VS 自民党野党っていうふうな形になったんで、当然、民意を味方につけた小泉首相が大勝したというふうな形です。そのような形で、岸田首相も民意に沿う解散。今やってるのがこの政治資金規正法の改革ですね。で、裏金を作れないようにするとかっていうこと以外に、例えばこの政党交付金、政策活動費、旧文通費、この辺をですね、まるっと改革していくということで、いや、それはもうさすがにできないですよ。自民党であるとか、あるいは野党まで反対してしまうような、そういった改革法案を出して、改革の案を出してですね、そして、岸田首相対、ある意味国会議員と、岸田首相と国民がタッグを組んで、国会議員と対抗していくというような、この優先解散のような、そういった裏金解散というものを行っていけば、この260人という議席も、もしかしたら大変確保というふうな形も可能になるんじゃないかなというふうに思ってます。で、実は、その最後に、これが C プランなんですけど、で、実は、こういった形で、岸田首相がやっていくっていうことについても、どうなるんだろうなというふうにちょっと疑問に思わされたのが、昨日の、石丸市長、広島県、安芸高田市の石丸市長の、次の市長選には立候補しませんといったような話でした。で、その石丸市長の、今後の動向について、想像する中で、これどこも報道してないような、シナリオ浮かんできました。これは本当にもしかしたら石丸市長の考えている秘密が分かったんじゃないかなというふうに思ってます。まず A プランとしては、昨日の会見でも、石丸市長がお話しされてたように、都知事選への立候補ですね。女帝、小池百合子 VS 正義の味方石丸市長という形で可能性があるんじゃないかなと思ってます。で、いずれの選挙も、検討しますと。いずれの選挙についても、対象ですというふうに、石丸市長はお話してたんで、これ、実は、この都知事選に酔わせて、都知事選出ないっていう可能性もあるんじゃないかなと、ちょっとピンと思いました。で、それ何が狙いかっていうと、都知事選に出るかもってなると、当然めちゃくちゃ注目されますよねと。
で、石丸市長は、昨日の会見でもそうですし、かねてから政治のエンタメ化が必要ですというふうに謳ってます。これ何かというと、都知事選に出るかもというふうに、言っておいてですね、前向きに検討しますまで、普通政治家はなかなか言わないですよね。で、あるにもかかわらず前向きに、考えてますというふうに言っていると。これもしかしたら注目を集めるためなんじゃないかなと思ってます。じゃあ何を狙っているかというところなんですけど、驚愕の予想が出ました。この石丸市長は、広島の3区、安芸高田市ですね。もし衆議院選挙として、衆議院議員として国政に出るということになれば、地元で言えば、この広島3区ということになります。お隣の国、広島1区という小選挙区があります。はい。ピンときた方いるんじゃないでしょうか。広島1区、岸田文雄の地元ですと。岸田首相は、この広島1区、広島市の選挙区で、当選してきてますと。そこが地元の議員ですということです。で、この石丸市長は、衆議院議員だったっていうことがあるわけじゃないんで、この、広島の3区で、立候補、小選挙区で立候補して、そこが地盤の議員っていうわけでは実はないというところがあります。もちろんそこに、市長でいましたんで馴染みあるでしょうし、当然そこで立候補すれば当然当選しやすいっていうか、絶対当選すると思うんですけど、になると思うんですけども、そうではなくて、ここでまさかの VS 岸田首相ということで、この広島1区にこの安芸高田市市長の石丸市長が衆議院議員の小選挙区で立候補する可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。さあ、で、どうなるかというところなんですけど、そうなると、石丸市長対、石丸さん対岸田首相ということで、バチバチの戦いになると思うんですね。つまり、石丸市長っていうのは、つまり継続可能な、国民の方を向いたですね、政治をやるべきで、そういった、ことについて私やっていきますってことを、ずっと続けていて、それについて国民も評価をしてきましたと。で、その、政治家と岸田文雄っていう現職の総理大臣の VS の戦いになるということですね。もし、勝った場合、石丸議員が勝った場合、現職の総理大臣に小選挙区で勝った衆議院議員ということで国会に行きますと。で、もしここで岸田首相が負けるってことになれば、当然自民党も大敗しているはずなので、野党の大連立政権になっているということになりますと。そうなると、そこに無所属で立候補したとはいえ、現職の総理大臣を破った石丸議員ですと。もしかしたら大連立の中で、その連立した政党をまとめ上げて、代表として押されて、首相になるっていう可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。そのシナリオをもしかしたら書いていて、今は都知事選に立候補する可能性もありますよということを言っていますと。ただ、もしかしたら都知事選は立候補しませんという形で、この国政に出てくるという可能性も考えられるんじゃないかと。その場合は、広島3区、安芸高田市の隣の広島1区、岸田首相とガチンコ勝負という可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。さあ、そうなると、その D プランですね。石丸市長が、その、衆議院選挙に出てきて、その自民党大敗になった場合、その後のシナリオ、さすがにそれは予想つきませんと。今後、そういった動きについても追っていきたいというふうに思ってます。給付金に関する情報が出ましたら、先ほどもお伝えしたように、すぐに動画でお話しさせていただきますので、新しい動画出たらすぐに知りたいと。新しい情報出たらすぐに見たいという方はぜひチャンネル登録していただければというふうに思います。それから給付金に関する動画出すと、たくさん皆様見ていただいてます。ありがとうございます。で、コメントも本当にたくさんいただいてるんですけど、ぜひ我々の声を少しでも政治家の方に届けたいというふうに思ってます。いろんな
こういった10万円給付あるいは消費税減税というものに対して、賛成反対という、一言だけでも構いませんので、ぜひコメントを入れていただければ、励みになります。そして我々の声ぜひ届けたいというふうにも思ってます。最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。